享徳3年12月、鎌倉久保足利重氏が補佐役である関東管領上杉憲忠を誅殺しました。この事件をきっかけに関東は混乱。以後30年以上続く享徳の乱が始まるのです。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は享徳の乱についてお話ししていきます。一般的によく知られている戦国時代の始まりは応仁の乱ですが、今回からお話しする享徳の乱からが戦国時代だという考え方もあります。応仁の乱は京都で起こった大乱で約11年間続いたのですが、享徳の乱は関東で起こった大乱で約28年間続いています。年表で見ると享徳の乱が始まって終わるまでの間に応仁の乱が始まって終わってしまっているくらいの長さです。しかし享徳の乱は応仁の乱に比べて知名度も低く、知らない人物がたくさん出てきて訳がわからないとなることが予想されますので、今回の動画で大きな流れをつかんでもらってから続きの動画を見ていただけると理解がしやすくなるかもと思います。それでは享徳の乱についてお話を進めていきましょう。時は室町時代。この頃京都には室町幕府がありました。しかし当時関東には鎌倉府と呼ばれる地方機関がありました。もともと鎌倉府は室町幕府に属する機関だったのですが、その機関がだんだんと独自で動くようになってきて、最終的には中央の室町幕府と関東の鎌倉府が対立するようになりました。中央にある室町幕府のトップが将軍、将軍を補佐するいわばナンバー2が官令という役職であることに対して、関東にある鎌倉府のトップが鎌倉久保、鎌倉久保を補佐するいわばナンバー2が関東管領という役職でした。享徳の乱はこの鎌倉久保を率いる久保派と関東管領率いる上杉派の戦いです。この戦いに室町幕府が介入して上杉派を支援したことにより戦いが展開していきます。次にこの頃の鎌倉久保について見ていきましょう。この頃の鎌倉久保は足利重氏です。鎌倉久保は代々足利氏が世襲しており、彼の父親は足利持氏といって、この頃すでに死んでいます。足利持氏は幕府上杉連合軍によって自害に追い込まれていたのです。つまり重氏にとっては幕府上杉派は父の敵、上杉派と仲良くすることは難しかったのです。当時の鎌倉久保が足利重氏だったということは理解できたと思いますので、次は対する関東管領について見ていきましょう。関東管領は上杉氏が世襲しています。上杉氏はたくさんの流派に分かれていますが、享徳の乱に深く関わってくるのは山内上杉氏と扇ヶ谷上杉氏です。当時の山内上杉氏の当主は上杉憲忠、扇ヶ谷上杉氏の当主は上杉昭房です。関東管領に就任していたのは山内上杉氏の上杉憲忠でした。しかし当時上杉氏内部で実権を握っていたのは当主である彼らではなく家裁と呼ばれる人でした。山内上杉氏の家裁は長尾氏が代々任命されており、この頃は長尾景仲、扇ヶ谷上杉氏の家裁は太田氏が任命されており、この頃は太田道信という人物が家裁としてそれぞれの上杉氏を仕切っていました。一気に4人も人物が出てきて名前が覚えられない場合は、上杉、長尾、太田は仲間ということだけ覚えておいてください。このように関東は大きく分けて鎌倉久保の足利重氏と関東管領の上杉氏に分かれており、久保派と上杉派で対立していました。これら2つの派閥が争ったことで享徳の乱へとつながっていくのです。享徳の乱の始まりは足利重氏が上杉憲忠を自宅に招待し殺害したことでした。上杉憲忠は山内上杉氏の当主ですので、上杉氏が黙っているわけがありません。これをきっかけに久保派と上杉派は完全に決裂、戦いが勃発します。こうして2カ所で戦いが発生、どちらも足利重氏の勝利となった上に、上杉氏では上杉昭房が死亡。表で確認してみると上杉昭房は扇ヶ谷上杉氏の当主です。つまり重氏は山内、扇ヶ谷どちらの当主も死に追いやっているということです。
扇ヶ谷上杉氏では隠居していた上杉持友を事実上の当主に据えるのですが、山内上杉氏では京都にいた上杉房明という人物が幕府から送られてきて当主となります。この後戦いに敗れた上杉方は敗走、重氏もこれを追撃しており、下総の国古賀に陣を張って小栗城の上杉方を攻撃していきます。この攻撃によって小栗城も落城。このように京徳の乱の序盤戦は久保方、つまり重氏優勢で戦況が進んでいきます。しかしこのような状況を幕府が放っておくわけもありません。幕府の命令によって越後の国の上杉氏、駿河の国の今川氏が関東へ向かってきます。こうして幕府からの援軍が関東へと到着、今川氏によって鎌倉が占領されました。こうなると足利重氏は困ります。本拠地である鎌倉に帰ることができなくなったのです。こうして重氏は鎌倉に帰ることを諦めて古賀を本拠地としていきます。このようにして足利重氏が古賀久保と呼ばれるようになるのです。これ以降各地で大小さまざまな戦いが行われていきますが、勝敗を決するような戦いはなく、上杉方は古賀の近くに拠点を作り重氏に対抗しようと考えます。このような考えから作られたのが伊賀っ子の陣です。伊賀っ子の陣は次第に上杉方の本陣のような役割をするようになっていきます。こうしてほぼ利根川を挟んで東側が久保方、西側が上杉方の勢力圏となり、利根川が軍事境界線となっていきます。さてもう一度幕府に目を向けてみましょう。幕府も次の一手を考えていました。足利重氏が幕府に反抗したので、幕府としては新しい関東の支配者が必要だと考えます。こうして足利義政によって選ばれたのが腹違いの兄弟である足利正友です。足利正友は鎌倉を目指して出発、伊豆へと到着して目的地は目前となりますが、なぜか正友は鎌倉まで行かずに伊豆あたりで歩みを止めます。その後足利正友は堀越を拠点として活動したので、堀越久保と呼ばれるようになります。さてこうなると関東には古賀久保と呼ばれる足利重氏と堀越久保と呼ばれる足利正友、さらに上杉氏の勢力が集結するようになりました。それに追い打ちをかけるように幕府は次の一手を繰り出します。柴義俊の派遣です。柴家といえば三冠霊のうちの一つ、三冠霊の中でも最も価格の高い家柄です。そんな柴義俊に幕府の大軍を預け、関東に派遣する計画を立てていきます。こうして柴義俊が出陣、関東の動乱もこれで収束するだろうと思われました。しかしなんと柴義俊はルートを変更、関東へは向かわずに北へと向かったのです。当時柴家内部では争いが起こっており、当主の柴義俊と家裁の甲斐上智、つまり柴家内部のナンバー1とナンバー2が対立していました。柴義俊はこの内部争いに利用しようとしたのです。しかも柴義俊はこの戦いに負けてしまいます。これによって幕府の計画はめちゃくちゃになり、足利義政は激怒、柴義俊は追放されました。幕府としては足利正友を総大将として柴義俊の大軍を派遣、さらに周辺諸国の軍勢を総動員して重氏を討伐しようと考えたのでしょうけれど、正友は関東に入らないし、義俊は自分勝手な行動をするし、周辺諸国の軍勢も命令を聞かないしでグダグダでした。しかし総攻撃はできなかったとはいえ、できる限りの軍勢が伊賀っ子の陣に集結しています。こうして上杉方はできる限りの軍勢による総攻撃を仕掛けますが、なんと上杉方の敗北。それ以降も各地で戦いは起こるものの、状況は膠着状態へと向かっていきました。そんな中、上杉方の中心人物が相次いで死去します。こうして世代交代が行われるのです。そんな時、京都で大乱が起こります。応仁の乱です。京都で起こったこの大乱により、もはや幕府は関東に構っていられなくなり、ますます京徳の乱は長引いていくのです。その後も関東では戦闘が続いていきますが、徐々に上杉方が優勢となっていき、久保方の城を落としていきました。こうして前線は東へと移動、ついには上杉方の軍勢が古賀城を包囲するに至り、重氏は一度下総の国へと逃れます。もはや上杉方の勝利は決まったかに見えましたが、そう簡単にはいきません。なんといっても相手は足利重氏です。
翌年には古賀城を奪還し、重氏の逆襲が始まります。重氏は大軍で西へと進軍、前線を西へと押し上げて、上杉方の本拠地である伊香保の陣に迫ります。こうして両者睨み合っている時に上杉方に不幸が訪れました。山内上杉氏の家裁、長尾景信が死亡したのです。この隙をついて重氏が攻撃、上杉正実は戦死します。こうなるとまた世代交代が行われるのですが、問題は山内上杉氏の家裁でした。家裁をしていた景信には嫡男である景春がいましたが、山内上杉氏内部の相談により景信の弟である忠景が家裁となったのです。こうなると不満を持つのは、次は自分の番だと思っていた景春です。こうして景春は反乱を起こします。長尾景春の乱です。こうして上杉氏の中から第三勢力が出現。長尾景春が伊香保の陣を襲撃し、伊香保の陣は崩壊して上杉方は北西へと撤退しました。しかしここで登場するのが太田道灌です。太田道灌は扇ヶ谷上杉氏の家裁だった太田道信の息子です。江戸城や川越城を築城したことで有名ですね。そんな江戸城と川越城を分断する形で景春型の城が存在しており、道灌はこれらの城を攻撃していき、景春型の軍勢を撃破、伊香保の陣奪還に向けて進軍します。こうして上杉方と景春方の間で戦いが起こり、上杉方の勝利。上杉方は伊香保の陣を取り返し、長尾景春は撤退します。しかしなんと長尾景春は足利重氏に救援を要請。久保方と景春方が手を組んだのです。こうして足利重氏は西へと進軍、上杉方は西へと撤退します。こうなると上杉方としては重氏と景春両者を相手にするのは難しいです。なので上杉方は久保方と和睦します。こうして上杉方は景春方との戦いに集中することができるようになり、なんとか景春方の反乱を抑え込むことに成功。幕府と重氏の和睦も成立し、長きにわたった京徳の乱は終わりを迎えるのです。